パソコンがちゃんと売れてる国の方が将来伸びる可能性高いんですけど、残念ながら日本以外の先進国ってパソコンの普及率ずっと上がってるんですよ。日本人だけパソコンの普及率下がってて、タブレットとスマホが普及してるんですよね。タブレットってそのアプリケーションを自分で作ることができないので、誰かが作った商品っていうのにお金を払って使い続けるっていう。で、今日のタイトルが建前を真に受ける人たちというタイトルにしたんですけど、学歴フィルター問題みたいなやつがなんか最近ちょっとTwitter で僕ちょこちょこ書いてたんですけど、その要はどんな企業でもどんな大学の人でも応募を受け付けるべきである。なぜなら平等であるべきだからっていうのがあって、で、建前としては正しいんですよ。なので、各企業も、残念ながらうちはそのなんかこう日東駒専以下とか大東亜文化大学以下の大学が受け付けてませんみたいなことって表向き言わないんですよ。いや、言うと、その、偏差値の低い大学生とか偏差値の低い大学生の家族とかにその企業が嫌悪感を持たれるので、なのでうちはそういうの全然受け付けてないっす、足切りとかしないっすっていう顔をしながら、もう大東文化大学だったら切り捨てみたいなことをやるんですよ。でこれは現実なんですよ。で要はただこれで受け付けられたとして、じゃあ受け付けられるんだって分かって一生懸命エントリーシートとかを手書きで書いたとしても完全に労力の無駄なんですよ。で、じゃあ慶応大学の学生ですとかであればエントリーシート書いたら受かるかもしれないんですけど、残念ながらその大東文化大学の人っていくらエントリーシートを書いても誰も見ずにゴミ箱に入れるだけなんですよ。なので学歴フィルターみたいなのがあったり、この会社は学歴のその低いだったり低偏差値の大学は取らないっていうふうに分かってた方が、むしろ低偏差値の人は得なんですよ。要は例えばじゃあ講談社っていう出版社に入りたいですと。でも講談社はじゃあ日東駒専以下の大学は取りませんって言って、でそれで社会がバッシングしたら、あ、嘘嘘、やっぱ日東駒専取るわって言うじゃないですか。表向き言うんだけど実際取らないんですよ。でも日東駒専以下の大学生がじゃあ受かるかもしれないって一生懸命履歴書とかエントリーシートとか書いてどんどん時間を無駄にしていくんですよ。でも本来であればもう日東駒線取らないんだったら取らないですって言って誰もバッシングしない社会の方が日東駒線以下の大学生は得なんですよ。要はどうせ応募しても受からないっていうのが分かってた方が応募するコストがかかんないじゃないですか。でも残念ながらその建前として言わないとバッシングするバカがいるんですよ。なのでその学歴フィルター良くないよねとか、こういう大学取らないっていうのは平等ではないよねって言ってる人って低偏差値の大学生を余計に困らせてるんですよね。なので良かれと思って、要は平等にすべきだとか、その低い偏差値の中でも優秀な人がいるんだみたいなことを言うんですけど、あれって残念ながら低い偏差値の大学生を余計に困らせてるっていう状況に落とし込んでるんですよ。なので、建前でだよねっていうのが分かったとしても、それはほっといた方がいいんですよね。いや、建前じゃねえか、なんでお前建前とか言ってんだよみたいなことを言っちゃうと、じゃあいやいやうちはもう全然にニットコマ線以下も受け付けますよみたいなことを言い出して、結局ニットコマ線以下の人が困っちゃうんですよ。なので建前は建前なんだよねって分かったとしてもバッシングしないで、まあしょうがないよねっていうのを受け付けなきゃ、受け入れた方が社会は良くなるんですけど、残念ながら建前を真に受けてニットコマ線以下を受け付けないとは書いてないんだから受け付けるべきであるとか平等にすべきであるっていう人っていうのが出てくるんですけど、要はどんな大学で出たとしても一人の人間なんだから同じように扱うべきであるっていう。でじゃあ社会が平等なのかっていうと社会は平等ではないんですよ。で例えばじゃあ本当に社会が平等であればガッキーこと新垣さんとじゃあ結婚したいですっていう人が1万人ぐらいいるとしましょうと。でそうしたらじゃあ新垣さんと結婚したい人1万人が新垣さんと結婚できますかっていうと不可能じゃないですか。まあ1人は結婚できるんですけど9999人は残念ながら結婚できません。でこれ社会なんですよ。なのでじゃあ電通入りたいですっていう人がじゃあ電通は100人募集しますって言ってて1万人応募したとしたら9900人は採用されないじゃないですか。なので残念ながら社会は平等ではないんですよ。でじゃあ平等であるべきだよねって言ったらじゃあ例えばじゃあ僕の知り合いの死んだ魚のしてるデブで性格のないおっさんが社会は平等であるべきだよねって言ったらどんなブサイクが来ても結婚しなきゃいけないんですよ。だって平等にすべきだから。
いや、そのなんか顔で選ぶとか、そのなんか見た目で選ぶとかしちゃいけないわけですよ。だって平等主義なんでしょ。それはどんなブサイクが来ても同じように扱わなきゃいけないよねみたいな。なのでじゃあそのなんか綺麗な女の子だからおごりましたってなったらどんなブサイクが来てもおごんなきゃいけないよね。なぜなら平等だからみたいなので、そもそも社会は平等ではないっていうところがあるので、なのでそれってその建前で社会は平等な方がいいよねとか、そのなんか一人一人の人間が尊重された方がいいよねは、まあ建前としてはそうだよねなんですけど、実態としてはそんなわけねえだろっていうのって割と大学生ぐらいになれば分かると思うんですよ。例えばソマリアとかで生まれたら、その日本人みたいになんか携帯持ってだらだら楽しく暮らしてますとか、ソシャゲでお金使ってますなんて不可能じゃないですか。なので人類ってもう生まれた時点で差もあるし、もう生まれた時点で幸せな人もいればめっちゃ不幸な人もいるわけで、そういうもんだよねっていう中で何とかしましょうねっていうね、平等であった方がいいよねっていうのは理想論としてはあるんですけど、残念ながら社会はそうではありませんよっていうのを分かってない人が結構いらっしゃるみたいなんで、その地獄の道は善意で舗装っていうのタイトルですけど、なんか今、英語でもともとある格言かなんかなんですけど、間違った方向に行ってるっていうのを結構分かってない人が多くて、でそのやってること言ってることが正しいとみんなで思ってたりしてるんですよね。例えばなんか日本良くなった方がいいよねっていう風に政治家の人たちって多分本気で思ってると思うんですよね。で日本良くなった方がいいよねって本気で思ってやった結果っていうのが現状の日本なんですけど、僕タブレット嫌いなんですよね。バイオのその制作者の人たちと話をしてて思ったんですけど、僕そのパソコンもいっぱい買うし IT 系なんですけど、タブレット買ったこと一度もないんですよ。そのタブレットがなんで嫌いかっていうと、そのバイオの人たちも言ってたんですけど、タブレットとかスマホって消費者になるためのツールなんですよね。物を作ってその物を売って儲けるためにはパソコンを使わなければいけないんですよ。コメントでタブレット便利やでっていうリリーさん書いてますけど、誰かが作ったものを使ってそのお金を払って便利に暮らすのであればタブレットは全然便利だと思うんですよ。ただ物を作って物を売って金を稼ぐっていうのでいくと、残念ながらタブレットで物を作って売れないんですよ。その漫画家ですとかであれば別ですよ。漫画でタブレットで書いてますっていう人もいるんですけど、でかなり特殊な人はいるんですけど、基本的にはその IT でどうやって飯食うのって話になると、PC で作らんとやっぱり飯食えんよねっていう、そのタブレットでもある程度可能な機能っていうのがあったとしても、やっぱり PC の方が生産性高いよねっていう。その最近いられとかできるんだっけってあるんですけど、いられのようなソフトでいられのこの拡張子のファイルをある程度扱えるんですけど、結構ちゃんとものを作ろうとするとパソコンでやらないといかんよねっていう状態になったりするので、なのでそのパソコンがちゃんと売れてる国の方が将来伸びる可能性高いんですけど、残念ながらその日本以外の先進国ってパソコンの普及率ずっと上がってるんですよ。OECD かなんかが出してるやつで、日本人だけパソコンの普及率下がってて、タブレットとスマホが普及してるんですよね。だから大学生でタッチタイピングできないっていう人って今割といるんですけど、あれ先進国で日本だけ起きてる症状なんですよ。要はその消費者として育てた方が便利だよねっていうのがあって、ものづくりの方に行かないと。なのでそのパソコン使いこなせませんっていう人が大学卒業しちゃうんですよね。で先進国で大学卒業してパソコン触れないなんてやつってほぼいないんですよ。っていうのもあって、割とそのタブレットが普及させるっていうことは、別にちゃんと食えてる人が趣味でタブレットを使うのはいいですよ。別にちゃんと食えて仕事ができてる人が家でゴロゴロしてベッドの上でタブレットを使うと便利だよねとか全然いいと思うんですけど、ただその若い人たちがちゃんとその技術をつけて金稼いで食っていかなきゃいけないよねっていう時に、そのパソコンを買い与えずにタブレットを買い与えるっていうのはいかがなものかなと僕は思うんですけど、残念ながら日本ってそういう構造なんですよね。はい。なのでそのなんか児童養護施設にパソコンを配るみたいなことやってるんですけど、結局残念ながら日本の多数派って割と頭が悪いので、タブレットが欲しいっていう子供にタブレット買っちゃうんですよ。なぜならバカだから。僕その子供にタブレットを買うっていう時点でほぼその親全員バカだと思うんですよね。
別に便利だから欲しいは分かるんですよ。安いしね。ただその子供の将来性を伸ばす上で、その子供にタブレット買うやつって、なんか頭悪い以外にあんまり僕理由ないと思うんですよね。まあ金がないから買えないからタブレットっていうのであれば仕方ないとは思うんですけど、でも中古のパソコンって探せばそんな高くないですよ、デスクトップとか。で、ただそのタブレットも買えないような環境っていうのがその児童養護施設みたいなところがあって、でそういうところであればその児童養護施設はタブレットじゃなくてパソコン買い当たれれば、じゃあパソコン使うのが当然だよねっていうので、パソコンを使う環境に育ってパソコンを使う仕事になる可能性が高いので、なのでパソコン配ればいいんじゃねって思ってるんですけど、で文科省がなんかギガなんとかネットワーク、その要は小学生以上の生徒に対してそのパソコンのようなものを配りますっていうので予算を配ったんですけど、その結果タブレット配りやがったんですよね。いや、その税金を使って生徒にタブレットを配るっていう。でいろんな制限をしていてちゃんと使うことができないタブレットを配って、でタブレットって不便だよね、使いづらいよねっていうところで終わったっていうのがあって、その頭が悪い人が予算を配られると頭が悪い結果をやるんだなっていうのがあって、いやマジ面白いと思うんですけど、でこれもその多分善意なんですよ。その良かれと思って税金でタブレット買ってるんですよ。ギガスクール構想、それもともとね、ギガスクール構想はね、全員に PC を配るっていう発想で始まったはずなんですよね。ところがどっこいなぜかね、タブレットを配るって話になったんですよ。っていうので、まあ要は誰かが作った商品っていうのにお金を払って使い続けるっていう、要はタブレットってそのアプリケーションを自分で作ることができないので、誰かが作ったアプリケーションをお金を払って買うか、無料のアプリケーションを作るっていうのしかできないんですよ。まあ、すげえ頑張ったらアプリケーション作れるんですけど、それがそのタブレットで頑張るぐらいだったら PC でやった方が全然楽だよねって話で、なんでその生産者を作るか消費者を作るかっていうので、植民地っていう言葉聞いたことある人います？今僕俵さんみたいなこと言った。植民地っていうのを昔ヨーロッパの国が作ったんですよ。で植民地って何なのっていうと、生産設備を持たせないで消費地として奴隷のように使うっていう土地を作ることで、自分たちの国で作ったものを売りつける市場として育てたんですよ。なのでアフリカっていまだにその産業が少ないんですよね。要はそのヨーロッパの人たちが作ったものをアフリカの人がずっと買い続けるっていう構造を作ったので、アフリカで作ったものがヨーロッパに戻るのって農産物だけなんですよ。じゃあモロッコで作ったなんかマンゴーですとか、その農産物がヨーロッパに戻ることあるんですけど、じゃあ服とかコンピューターとか電話機とか車とかは全部ヨーロッパが売りつけるんですよ、アフリカに。でアフリカの人たちはそれをずっと買い続ける。でアフリカの人たちが産業を作ろうとしたら潰すって、要はアフリカの人たちがじゃあ例えば服屋さんを作ろうっていうのをやろうとして、じゃあ俺オリジナルの服作るわってなると服をプレゼントするんですよ。だってで服をどんどん寄付したら誰も服買わないじゃないですか。でじゃあそこで服のじゃあ例えばじゃあ僕がアフリカ人でユニクロっていうメーカーを作りたいですって言って工場で一生懸命 T シャツ作るじゃないですか。で一生懸命安く作って1枚1000円の T シャツだよって言ったら服をタダで配るんですよ、ヨーロッパの人が。でそうするとタダで配るから T シャツなんか買わなくてよくねっつって、僕のそのアフリカのユニクロっていう服屋さんは潰れるんですよ。っていう感じで何か産業を作ろうとしても安く売るんですよ。例えばじゃあアフリカの人たちが車のメーカーを作ろうと思ってもヨーロッパが安く車を売っちゃうんで、アフリカの人が車を作っても売れないんですよ。コンピューター作っても売れないんですよ。でヨーロッパがどんどん安いものを売りつける。で結局売りつけられたものを買い続けて、で農産物は安く買い叩かれて貧困な状態がずっと続くっていう状況になってるんですよ。でこれ中世の大航海時代に作られた仕組みで、まあ大体1300年、その西暦1300年とか1400年とかそういう時代に作られた仕組みなんですよね。なので要は生産設備を持たない人たち、消費者だけを育てるっていうのが歯向かわないし便利だよねっていうので作られた仕組みで、
でじゃあタブレットと PC どっちを与えた方が得ですかっていう時に、その本当にその植民地を作りたいのであればタブレットを配れば正解なんですよ。そのクリエイターとか生産者を作らないようにしたいんであればタブレットバンバン配って、アプリケーションというのは買うものですよ。アプリケーションというのは無料で配られたものを使うものですよ。あなたたちはそれを作るものではないですと。でだって安いでしょ、アプリケーション、タブレット便利でしょっていうのにすると IT で生産して IT で儲けようってならないじゃないですか。で例えばダイソーとかって100円ショップっていうのがあると思うんですけど、その安く買えますよね、100円ショップ便利ですよねと。で全然安いからみんな買いますっていうので100円ショップ日本中にあると思うんですけど、じゃあその100円ショップを作ってるメーカーはどこにありますかっていうと、大体100円ショップの製品作ってる国って中国なんですよね。なので中国人が作ったものを日本人がわざわざ輸入して買い続けてるんですよ。で便利だよね、安いよねって言ってずっと中国にお金を払い続けてるんですよ。でその IT に関しても、じゃあそのなんか IT 企業って日本でブイブイ言わせてるっていうので、その中の DNA だったりとかグリーだったりっていうのがありますけど、じゃあ DNA グリーとかじゃあガンホーとかってどうやって儲けてましたっていうと、ゲームで儲けてるんですけど、でそこの売り上げの 30% ってiOS の Apple と Google に払ってるんですよ。じゃあパズドラで1000円払いましたっていううちのその1000円の300円ってアップルだったりアンドロイドだったら Google だったりに落ちるようになったんですよ。売上の3割がそこに行くようになってるんですよね。っていうのがあって、なんか日本の IT 企業って利益率高くて儲けてるよねって日本の企業の中では思われてるんですけど、そこのでも利益率でいくと 10% とか 15% なんですけど、売上の 30% をアップルとか Google はがっぽり持ってってるんですよ。で消費税が 8% か 10% になる時に揉めて、今回の選挙でもなんか消費税 2% 下げるべきかとかって言ってるんですけど、お前らの使ってるスマホの 30% は全部アメリカに払ってるぞっていうのがみんな分かってないんですよ。日本がさすがにこういう状況良くないよねとは思うんですけど、ただ日本人が物事をどう考えるか、多数派の人がどう考えるかというのを僕は変えることは不可能なんですよ。別に僕はただの一個人なので。でその落合陽一でそのニュースピックスでは落合陽一さんと話した時に、その落合さんはその日本人をどう助けるかっていうので、その大学の先生として自分の教え子を海外に送るっていうのをやってるんですよ。日本の人って今のところ20年ぐらい給料全然上がってないんですけど、で海外に住んでると給料上がり続けるんですよ。要はその景気がいい国って何にもしなくて給料上がるんですよね。なのでその落合さんってそのいろんな紹介状とか作ったりとか、自分の教え子っていうのをちゃんと海外で通用するように育てて海外に送り込むっていうのをやってて、7年で200人ぐらい海外に送り込んでるって言ったかな。なので落合さん今35とかなので、多分あと30年40年ぐらい働くと思うので、そうするとあと多分1000人ぐらいをもうちょっといくか、5年7年に200人、そんなもんか。なので多分落合さんってあと多分日本人の若者を1000人ぐらいを外国に送り込んで、その子孫を助けるっていうのを多分やると思うんですよ。なのでそれがその落合さんが今直接的にやってる日本をどう良くしていくか。要はその日本人が日本の中でダメになったとしても、海外でちゃんと成功する日本人がいれば、それはそれで日本という文化は残り続けるじゃないですか。なのでその落合さんがやってるのはそれと、あとその本を書いたりしてその考え方とかを広めることで、なんか落合さんが本書くと何十万部とか売れるので、なのでなんかそれを読んだ人の何%とかがじゃあこうやってきた方がいいよねみたいなことを考えて、日本を救うっていうのをやってるよみたいなことを言ってて、落合さんすげえな、まともだなと思ったんですよね。落合さんのお父さんって結構世間的にすごいバッシング受けた人なんですよね。なのでその日本なんか知ったこっちゃねえよってなってもおかしくない人なんですけど、とはいえちゃんとそのなんか、自分もちゃんと幸せになって日本も救う、日本の一部の若者たちを救うっていうのをやってるっていうので、落合さん偉いなと思うんですけど、とはいえ老けすぎ久しぶりに落合さん画面越しに見たんですけど、ほんと老けすぎ10歳以上年齢差あると思うんですけど、多分僕と落合さん並んでも多分ね年齢差気づかないと思うんですよね。